今回の動画は2回目のロイヤルカリビアン社のスペクトラム・オブ・ザ・シーズで行くクルーズ旅行。シンガポール発ベトナム大編です。半年前に乗った人生初のスペクトラム・オブ・ザ・シーズでは、妻は体調を崩し、台風で海も荒れていたので2人とも船酔いに苦しみました。今回は一体どんな旅になったのでしょうか。動画の中ではクルーズ旅行で気をつけるべき点、またクルーズを楽しむためのアドバイスなどもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではクルーズ旅行や海外生活に役立つ情報も載せています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。まずは今回乗ったクルーズ船スペクトラム・オブ・ザ・シーズの紹介です。船の全長は347メートル。去年できた麻布台ヒルズを横にしても、まだこちらの船の方が17メートルも大きく、高さは横浜ベイブリッジの下を通過できないほどの巨大な船です。乗船客定員4246人で、他にクルーが1551人、合計で約5800人も乗船できるこの船は、まさに海上に浮かぶ巨大な街のようです。そんな豪華巨大クルーズ船の今回のお値段はこちらになります。11時30分、クルーズ初日。前回のクルーズでは乗船当日にシンガポール入りして MRT という鉄道でクルーズ乗り場まで移動したんですが、飛行機は1時間の遅延、また駅からクルーズ乗り場まで700メートルも歩いたのでかなり疲れてしまいました。なので今回は前日にシンガポール入りして、今ホテルからタクシーでクルーズ乗り場に向かっています。今回使ったグラブタクシーだと値段も安く、ほぼ歩かないで乗り場に到着できるのでとても便利です。なのでシンガポール発のクルーズに乗られる方は前日入りでタクシー利用をお勧めします。しばらくするとタクシーはマリーナベイクルーズセンターに到着。すでに多くの方がチェックインのために並んでいます。この後、チェックイン、税関、荷物検査を通ってやっと乗船できます。今回手荷物検査で延長コードが没収されました。この延長コードは雷ガードがついていないタイプで、前回は問題なく持ち込めたんですが、検査官には延長コード自体がダメだと言われました。なので延長コードは没収される可能性が高いので、持ってこない方がいいと思います。12時30分、約50分で全ての手続きが終了して、無事船に入ることができました。乗船する時間は早ければ早いほど船内を楽しめる時間も増えるので、チェックイン時間は事前にネットで一番早い時間を選んで、早めに乗り場に到着しましょう。部屋に入れるのは13時30分からになります。まだ時間が1時間ほどあるので、昼食を食べに14階のレストランウィンドジャマーへ向かいます。このレストランは洋食、中華、ウエスタン、メキシコ、インドやインドネシア料理など、とても広いスペースに様々な国の料理がふんだんに用意されています。またこちらのコーナーでは野菜や肉、麺やシーフードなど食材をシェフに渡すと、その場で炒めて味付け調理もしてくれます。他にもローストビーフやチャーシューなどもシェフがその場で切ってくれたり、サラダや果物、デザートのケーキなど種類もたくさんありました。ウィンドジャマーの横にはピザ専門店のソレントスがあります。ここのピザは本当に美味しくて、深夜2時まで営業しているので、夜にちょっと小腹が空いた時に助かります。昼食を食べて13時30分になったので、そろそろ部屋に向かいます。今回の部屋はデッキ12階の138号室になります。それでは部屋に入っていきます。はい、今入ってきました。こちらが今回の部屋ですね。船がねこのようにあって、部屋の位置はこの A の4エリアになります。はい、だからかなりね船の前の方になります。そして、今回12階なので、この A の4の上ですね、ここですね、
はい、かなり上のエリアになっていることが分かります。今回ね、この部屋どこでもいいっていう感じでね、安いお部屋を予約したんですけども、結構いい部屋になったんじゃないでしょうかね。結構上の方ですし、入ってすぐドアの近くに、こうしたね隅のスペースをうまく利用してトイレありますね。バスルームですね。はい、ここ見てみましょう。かなりねコンパクトなトイレスペースになっているのが分かります。トイレがあって、こちらに、はい、囲われたねシャワースペースがあります。目の前にはこういった大きな鏡があります。そしてライトもあるのでね、かなりねトイレ明るいです。はい、こうしたね洗面台があるんですけども、正直広くないですね。これ狭いです。はい、ビジネスホテルより狭いと思います。そしてアメニティはねこの石鹸一つだけです。はい、なので必要なアメニティをね皆さん持ってきてください。はい、コップがね一応うがい用で2つついています。あとタオルが2つ、そしてこちらにはね、はい、棚が2つあります。下には、はい、トイレがありますけども、これもちょっと注意していただきたいのはウォシュレットじゃないんですよね。ボタンを押すとですね、こちらですね、はい、飛行機のねちょっとねトイレに似てますよね。はい、これが、はい、足拭きマットが1つついていて、スポーツタオルが2つついていて、はい、バスタオルも2つあります。これはね変えてくれます。シャワールームね、はい、パッキンになっているのでね、水がねこっちに出てくることはないです。はい、ちょっと開けてみましょう。これも簡単なねシャワールームなんですけども、はい、こちらにあるようにヘア&ボディと書いていて、これもコンディショナーとか全くついてないので自分で持ってきてください。一応棚がこうして石鹸を置ける棚が2つあって、下にはね、はい、足を置けるところですね。はい、シャワーはね角度をこうしてね変えることができますし、高さも変えれます。どれぐらいね湯量が見てみましょう。はい、結構ねもう十分、こんだけお湯出たらね十分ぐらい出ますね。はい、湯量はねもう十分だと思います。はい、じゃあ閉めておきましょう。はい、ちゃんと密閉されるので床がねびちょびちょになることはありません。こんな感じですね。はい、トイレの横にはねこういったクローゼットが、大きなクローゼットがあります。はい、もう天井からねこう下までついてるクローゼット開けてみましょう。はい、ハンガーがねたくさんあります。合計ね18個ありました。2人だと十分ですね。はい、そしてかけるのがね下にもあるので、上着とかだったらね、はい、上下2つに分けてかけることもできます。はい、こちらにはねソファーがあります。青いソファーですね。ここでもね多分1人寝れるので、お子さん連れとかね多分これをベッドにしてね寝るんでしょうね。これも座り心地はなかなかいいですね。はい、じゃあこちらドレッサーですかね。はい、大きな船のね窓のような鏡があって、周りがねライトになっています。はい、そして下には机があって、そして椅子もねこうしてあるのでね、はい、椅子に座ってね、はい、きちんとねお化粧直しとかねすることもできます。はい、ペットボトルが2つついています。そしてテレビのリモコンがあって、電源がね、はい、あります。この電源はねアメリカのタイプなので、日本から電源持ってきてそのまま刺さります。なので心配はいりません。はい、USB が2つ。この電源はねこちらに湯沸かし器があるので、その湯沸かし器用の電源とか、あとドライヤーがねこちらあるので、そのドライヤーの電源で使えるみたいですね。こちら飲み物がね用意されています。はい、マグカップが2つ、そしてこれスプーンですね。はい、これがねちょっとびっくりしたんですけども、煎茶がね3つありました。その代わりコーヒーなんもないです。こちらはね、はい、スタンドライトがあります。ちょっとつけてみましょうかね。はい、こんな感じでね電気がつくことができます。クローゼットあるのを見てみましょう。開けてみるとドライヤーとティッシュケース、はい、こちらは、はい、冷蔵庫ありますね。ホテルの冷蔵庫のちょっと細長い版ですね。ペットボトルとかが入るようになっているので、ペットボトルねここに入れることができますね。一応4つ、はい、引き出しがあります。一番上にはねこれは、はい、ブレックファーストのメニューがね入っています。朝食ね無料でブレックファーストを頼むことができますので、頼みたいときはね、メニュー表にチェックして、これをドアノブにかけておくと持ってきてくれる、そんなシステムになってます。はい、2段目何も入ってないですね。3段目いろいろ収納はねたくさんできそうですね。はい、こっちにもね、
はい、クローゼットがあります。はいですね。ちょっと開けてみましょう。はい、ここはね、長いものがねかけられるクローゼットになってますね。ドレスとか持ってきた方とかね、スーツとかね、ここにかけとくといいかもしれません。はい、棚が1、2、そして下にも3、4つあって、セキュリティボックスが入ってます。はい、ちょっとね、小物とかだったら入りますね。ちょっとパソコンとかは入んないですけどね。はい、こういうのも利用できます。はい、下にもね、大きな引き出しあります。はい。引き出しがね、ほんとたくさんありますね。はい。で、これがね、ベッドなんですけど、ベッドの下もね、はい、ちょっと今なんか荷物がね、入ってますけどね。ここにスーツケースとかね、入れておくことができますね。結構高さが、足が高くなっているので、はい、スーツケースとかね、この中に収納しておくといいと思います。はい。小物入れるような棚があって、電話があります。そしてライトがあって、そしてベッド、ダブルベッドが1つあります。はい。枕とクッションがあるんですけど、どちらもね、同じような硬さになってます。はい。これがね、1人2つ使えます。はい。反対側にはね、こうした大きなテレビがあります。このテレビはね、クルーズ船の情報とかね、これで見ることもできますし、一応テレビも見ることができます。ただ日本語とかはないのでね、その辺は注意してください。はい、こちら側のベッドの脇にもこういった棚があって、はい、コンセント、そしてライトがあります。コンセントとライトはこちら側しかないので、はい、こちらの方がね、はい、結構操作することができますね。はい、こちらにもライトがあります。これは、はい、カーテンですね。一応遮光カーテンのようになっているので、昼間でもね、これ閉めておくとゆっくり眠ることができます。今回バルコニーのお部屋なので出てみたいと思います。はい、椅子が1つ、テーブル、そして椅子があります。ここに座ってね、海を見ながらゆっくり飲み物飲んだりとかね、ブレックファースト注文者はね、ここで食べることもできます。はい、5.1 平米ですね。はい、バルコニーがあるので、はい、ここで、ね、洗濯物干したりとか、ね、結構便利なんですよね。一応ね、飛び出てるのがね、小重石から出てるところだと思うんですけども、今回の部屋がね、かなり前だということが分かります。はい。そしてこうして今、外を見ることができますけども、12階からなので、かなり広い範囲が見ることができますね。はい。シンガポールに今、停泊しているので、マリーナベイサンズもね、はい、こうして見ることができます。はい、一応こんな感じですね。この部屋でね、今回、9泊10日ですね。はい、ベトナムとタイを回ってまたシンガポールに帰ってきます。ではこの部屋でクルーズ旅行を楽しみたいと思います。それでは部屋からは以上です。失礼します。13階にあるフィットネスジムにやってきました。4部屋分ぐらいありそうな広いスペースにトレッドミル、エアロバイクなどの有酸素運動のマシンと筋トレができるマシンが揃っています。外の海を見ながらしっかり運動したい人には良いかもしれません。16時40分、早速水着に着替えて屋内プールにあるジャグジーにやってきました。初日は皆さんチェックインしたばかりで、プールやジャグジーは比較的空いています。プールは3カ所あるので、早いうちに一度入っておくと次の日からも気軽に入れるのでおすすめです。最上階の船の後部に床がガラスになっている部分があるので行ってきました。妻は足がすくんでガラスの上を歩けませんでしたが、この場所はとても見晴らしが良くて、船の後部もガラス越しによく見えるので、クルーズに乗ったらぜひ一度歩いてみてください。18時45分、3階のレストラン会場にやってきました。とても広いスペースに2人用のテーブルがたくさん用意されています。ただこちらのレストランなんですが、夕食の時間はいつも混雑します。前回は初めてだったので何もわからず、レストランの予約を全くしないで乗船したので、レストランに入るのに長時間待たされたり、遅い時間にしか利用できませんでした。なので今回は事前にネットでレストランを毎日予約しておきました。事前予約しておくと、船内の支払いやルームキーになっている C パスカードにダイニング6時45分、テーブル333と記載されて、この時間に行けば全く待つことなく
毎回同じテーブル333番に案内してくれます。テーブルの担当スタッフも初日から最終日までずっと同じ方なので、顔なじみのスタッフといつもくつろいだ雰囲気の中で食事を楽しむことができます。なので、レストランを利用されたい方は必ず事前にネット予約しておきましょう。前菜が来ました。エスカルゴをバターとチーズで焼き上げた料理です。一緒にパンがついてきます。エスカルゴの見た目は小さなサイみたいな感じです。味も貝に似ていて、バターとチーズとよく合います。時々こちらのチーズとバターにパンをつけて食べると、これも美味しいです。こちらは妻が注文したシュリンプカクテルです。茹でたエビが4つ入っていて、下にキャベツが敷いています。レモンや一緒についてきたケチャップにつけて食べます。味は想像通りのエビにケチャップをつけた味なので、エビが好きな方にはおすすめです。こちらはキノコのスープです。ワンタンも一緒に入っています。スープはコンソメとキノコの出汁、ワンタンからも旨味が出ていて美味しいです。メイン料理のニューヨークステーキが来ました。大きなステーキと焼いてホクホクになったじゃがいも、人参とブロッコリーも添えられています。ここのステーキ、前回のクルーズ旅行でも食べたんですが、柔らかくて胡椒も効いてやっぱり美味しい。なので今回は毎日ここでステーキを食べたいと思います。こちらは妻が注文したプライムリブです。見た目はとても分厚いローストビーフみたいな感じです。このローストビーフ、かなり厚みがあります。ステーキよりは脂っこくなくあっさりしていて、味も分厚いローストビーフの味で、これもいいですね。メイン料理の後はデザート。こちらはロイヤルチーズケーキ。いちごが乗っています。一緒にバニラアイスクリームとコーヒーもいただきます。チーズケーキはかなり濃厚で、コーヒーとぴったりのお味です。こちらはチョコレートプリン。食べてみると甘いチョコレートプリンの味です。ちょっと甘みが強いので、僕には半分ぐらいがちょうどいい量です。食事の後、屋上のプールを見渡せるところに来ています。もう夜の8時なんですが、まだ子供たちが元気にプールで泳いでいます。そしてこちら側ではライトアップされたゴンドラが上に上がっています。今夜は20ドルで10分間ゴンドラに乗れるようです。日本円だと、今だとちょうど3000円ぐらいですかね。僕たちは前回もう乗ったので、今回はゴンドラに乗る予定はありませんが、乗ったことのない方は夜景や夕日の時間などにぜひお試しください。9時30分、ロイヤルシアターでショーがあるので観覧しに行きました。今日はイギリス出身のクリスと日本出身の警棒からなるコメディデュオ、ファニーボーンズ。体を使ったショーでどの国の人も楽しめて、時折参加者を巻き込んで会場が大きな笑いに包まれる、とても楽しいショーでした。ショーが終わって部屋に戻る途中、隣のミュージックホールではダンスイベントが行われていました。こちらは時間的には参加できませんでしたが、皆さんノリノリでとても楽しそうでした。部屋に戻るとバルコニーからマリーナベイサンズの夜景が見れました。気づいたらもう夜の12時なので、今日はこれでおやすみなさい。おはようございます。今日はクルーズ2日目の朝になります。船は今日の夕方に出港予定なので、まだシンガポールから動いていません。とりあえず朝食を食べに5階のカフェ270に向かいます。ガラス張りのエレベーターで5階まで降りると、上層階まで吹き抜けた広いスペースが広がっていて、どこかの高級ホテルのロビーにいるような雰囲気みたいです。美しく装飾された広いスペースを歩いていくと、目の前に大きなオブジェが見えてきます。ここは昨日夕食を食べた3階のレストランが5階まで吹き抜けになっているので、このレストランを上から見ることができます。こちらはジェイミーズイタリアン。本格的なイタリア料理をいただけます。こちらは
ヴィンテージズ。たくさんのワインを揃えているので、お気に入りのワインがきっと見つかるワインバーです。左側にはネクストクルーズブースがあります。次のクルーズを乗船中にここで予約すると、最大$600のオンボードクレジットがもらえるので、かなりお得です。カフェ270にやってきました。ここには果物やサラダ、シリアルやコーヒー、フレッシュジュース、また朝食用のブリトーやマフィン、トルティーヤにサラダや具材を巻いたラップ、ベーグルなどの軽食も用意されています。それでは今日はここで朝食をいただきます。ここは船の最後部の場所にあって、大きな窓から外の景色がよく見えて、広いスペースに自由自在に動く大きなテレビ画面、いろんな仕掛けがある舞台などがあって、ストレッチや音楽やダンスのイベントなどがここで開催されます。食事の後はエレベーターホールからカフェの反対側、船の前方部分に向かって歩いていきましょう。前に見えてくる空間は4階と5階のフロアを見渡せるロイヤルエスプラネード。カフェやバー、ブランドやショップや化粧品、ジュエリー店が立ち並ぶ、とても賑やかな場所となっています。右側に大きな指が見えてきたら、そこはレストランワンダーランド。ロイヤルカリビアンが誇るシェフ自慢の創作料理を楽しめます。こちらの店はお寿司が食べられるレストラン泉。お寿司を作って食べるイベントもやっていて、外国人に人気のあるレストランです。こちらはスクーナーバー。ここではグランドピアノの演奏とカクテルバーなどが楽しめるバーです。数読やクイズなどのイベントもこちらで開催されます。こちらはフォーカス。船内でプロのカメラマンが撮ってくれた写真をここで購入することができます。こちらは船の最前部に位置するロイヤルシアター。船内で一番大きなシアターで、昨日のファニーボーンズをはじめ、毎日ここで様々なイベントが開かれます。日本食レストラン泉に戻って、今度は先ほどと反対側を歩いて見えてくるのがバイオニックバー。カクテルやモクテルなどを注文すると、ロボットのバーテンダーが作ってくれます。今度は船の15階に上がって歩いていきます。15階にはこうして歩いたりジョギングしたりしやすいようにラインが引いてあり、その脇にはサマーベッドがずらりと並んでいます。散歩する人やサマーベッドで日光浴する人など、皆さんゆっくりと時間を過ごしています。歩いていくとパンダの像が見えてきます。このパンダは船のマスコットらしく、パンダと一緒に写真を撮る方を結構見かけました。外を歩いていると暑いので、室内のシープレックスに入っていきます。室内はエアコンが効いているのでとても快適です。テニスみたいなピックルボールというものを夫婦でやってみました。ボールがプラスチックなので、テニスというより羽根つきに近い感じのスポーツでした。飛び入りの外国人の方とも一緒に遊んでみました。こうして外国の方とも気軽にスポーツなどを楽しめるのがクルーズの醍醐味ですね。今度は卓球。これは2人とも得意な方なので、夫婦でいつも真剣勝負になってしまいます。次はソフトアーチェリーに挑戦しました。空気の力で浮いている的を狙います。なかなか的に当てるのが難しいんですが、なぜか妻は一つの矢で2つの的を同時に抜くすごい技を決めていました。今度はバスケットボールにも挑戦。それぞれただドリブルしてゴールを狙うだけなんですが、久しぶりのバスケットボール。ゴールに入るとやっぱり嬉しいですね。シープレックス内でのバスケットボール、ピックルボールなどのスポーツを行うときは、クロックスやビーチサンダルでの参加が禁止されていたので、参加されたい方は運動靴を持ってきてください。12時。しっかり運動してお腹が空いたので、14階のウィンドジャマーでいただきます。13時30分。ビュッフェでお腹がいっぱいになった後、大人の塗り絵のイベントがあったので参加しました。司会者の方が塗り絵の台紙と色鉛筆を参加者に配るんですが、ルールを守らないとある国の方たちが集団で必要以上に台紙や色鉛筆を持っていったので、僕たちは残り物だけとなりました。それでも久しぶりの塗り絵なので楽しかったです。
もしこのイベントに参加する方は、なるべく司会者の近くに席を取って、司会者が紙と色鉛筆を配り出したら、すぐに取りに行くことをお勧めします。15時、頭を使った後は水着に着替えてフローライダーへ。まずは妻から。前回は体調不良で参加しませんでしたが、今回は意外と楽しそうに波に乗っています。最後は膝で立とうとしてダイナミックに頭から突っ込んで終了。周りのスタッフをヒヤヒヤさせていました。僕は前回体験済みなので最初から膝で立とうと試みましたが、何度やっても撃沈して後ろに流されてしまいました。やっぱりこれは難しかったです。フローライダーは人気で、クルーズ終盤にかけていつも混雑する傾向があります。なので空いている最初のうちに体験しておきましょう。運動の後はプール横のスタッフに無料のソフトクリームを作ってもらってほてった体を冷やします。16時、この後ジャグジーで体をほぐしてから部屋に戻ってゆっくりします。気づいたらですね、船がもう出港してましたね。はい、マリーナベイサンズがね、遠くの方に見えます。もうカメラじゃちょっと映んないのかもしれないんですけどね。4時にはね、船乗船するようにっていうアナウンスはあったんですけど、何時出発っていうのはちょっと書いてなかったんですけどね。ちょっとさっき疲れて少し横になってたら、気づいたらもうシンガポール出てました。これからね、船はねベトナムに向かいます。はい、12階なのでかなりね風が強いですね。はい、どんな旅になるのか、かなり風が強いのであんまりね船揺れないといいなと思ってるんですけども、はい、夜出てくれたらね、シンガポールの夜景見ながらね出港するのかなと思ってたんですけど、結構早い時間ね出港しました。はい、じゃあこれから船の旅楽しみたいと思います。はい、それでは出港です。18時45分、今日もレストランにやってきました。前菜は豆腐とキノコとエビのスープ。醤油味で少し酸味があって味が少し濃い感じのスープです。妻はポテトのポタージュを注文しました。こちらは安定の美味しさです。モッツァレラチーズをフライにしたものが来ました。これは食べやすくて美味しいですね。お酒のつまみに合いそうです。こちらが今日のメイン料理、ローストビーフ W です。厚みのあるローストビーフが2枚入っています。昨日も妻がローストビーフを食べたんですが、今日のローストビーフの方がとても柔らかくて食べやすい味でした。欧米人のお客さんが多いので、やっぱりお肉は美味しいです。デザートのロイヤルチョコレートケーキが来ました。昨日のチョコプリンは甘みが強かったんですが、こちらのチョコケーキは甘すぎないので美味しいです。コーヒーと一緒にいただきます。こちらはプディング。生クリームがかかっています。中は少し固めのスポンジケーキが入っていて、キャラメルソースの味がします。見た目はちょっとあれなんですが、なかなかこれも美味しいです。ゆっくり食事を終えてレストランを出ると、もう夜の8時なのにまだ多くの人がレストランの順番待ちをしていました。予約をしていないとこうなるので、順番待ちをしたくない方は事前に予約をしておきましょう。20時30分、クルーズ参加者はクルーズ中に一度だけこちらのザ・シルクロードを観覧できます。半年前にも見たショーなんですが、今回はできるだけ前の席に座りました。前に座ると演者が近くで見れて迫力が伝わってくるので、このショーはできるだけ前の席で観覧するのをお勧めします。動く舞台や様々な仕掛けがあるので、2回目でもとても素晴らしいショーでした。21時45分、今度はロイヤルシアターでショーガールパストプレゼントフューチャーを見ました。ダンサーの表情やダイナミックなダンスを目の前で見れて、こちらも迫力満点でした。なのでロイヤルシアターでのショーを観覧するなら30分か40分ほど早く来て、なるべく前の席をお勧めします。おはようございます。
今朝の6時20分です。今日は一日中クルーズの日なので、船の中のイベントを朝から目いっぱい楽しみたいと思います。14階のウィンドジャマーが朝6時30分から開くので、そちらに向かっています。朝一番でレストランに来るとさすがに空いているので、ゆっくり食事をとることができます。8時30分、カフェ270でモーニングストレッチのイベントに参加しました。30分かけてじっくりストレッチするんですが、インストラクターがとても丁寧で、体を伸ばすところをしっかり意識できて、参加してとても良かったイベントの一つです。9時15分、体がほぐれたので、そのままモーニングダンスエクササイズへ。こちらはエアロビクスやダンスで体を動かすイベントです。ダンスが苦手でもインストラクターが順番に体の動きを教えてくれるので、安心して参加できます。10時15分、また数読にチャレンジしました。前回よりは答えられたんですが、すべてのマスを埋めることはできませんでした。11時、今度はロッククライミングに挑戦したいと思います。参加するには専用の靴を借りないといけないんですが、自分の足のサイズがアメリカサイズだといくつなのか分からず、ちょっと苦労しました。結果的に妻の足は24センチで、アメリカサイズは7、僕は27センチでアメリカサイズが10でしたので、ロッククライミングに参加したい方はこのサイズを参考にしてください。妻はロッククライミング初めてなんですが、難なく登ってきました。続いて僕も挑戦。船の高さもあってかなり高く感じるんですが、これは面白かったです。次回は一番右の上級者コースに挑戦したいと思います。12時、今日もウィンドジャマーで昼食をいただきます。はい、12時53分ですね。クルーズ、今日一日クルーズの日なんですけども、お昼食べてお腹いっぱいになったので、ちょっとね映画を見に来ました。ちょっとね休憩代わりにゆっくりしていきたいと思います。映画楽しみます。16時、映画を見た後は水着に着替えてプールとジャグジーへやってきました。こちらの室内プールは結構深くて、160センチある妻がそこに足をつくと完全に沈んでしまいます。なので泳ぎが苦手な方はご注意ください。朝から夕方までいろんなイベントや施設を利用して疲れたので、夕食まで部屋のバルコニーから水平線に沈む太陽を見ながらゆっくり過ごしました。こうした時間を過ごせるのはバルコニーがある部屋ならではです。それでは時間になったので夕食会場へ向かいます。今日も予約済みなのですぐ席に座って食事をいただきます。前菜はオニオンスープを選びました。上には焦げたチーズで蓋がされています。ベースのスープはコンソメの味で、中にパン生地が入っていて結構ボリュームのある熱々スープです。妻はラクサスープを注文しました。エビやキャベツや春雨が入っていて、酸味と魚介の味がするスープとなっています。イカリングも注文しました。結構大きなイカリングで食べ応えがあります。マヨネーズをつけていただきます。これもお酒のつまみに合いそうですね。今日のメインはローストビーフのミディアムレアです。味はいつもながら分厚いローストビーフなんですが、美味しいので毎日食べても飽きないです。妻はラムカレーを注文しました。ご飯がついているのはいいですね。辛さはそんなに強くなくて、ラムのいい味が出ています。なんというかドサというのかちょっとよくわかりませんが、薄い皮もついています。こうしてお肉以外にもエビの料理やスパゲッティ料理、こうしたカレーなどもいろいろ選べるので、お肉が苦手な方もご安心ください。デザートにカプチーノチョコレートケーキが来ました。こちらの味は日本人好みの甘すぎないケーキなので、これはとても美味しいです。妻はクリームブリュレを注文。プリンの表面に砂糖をまぶしてバーナーで炙っている感じです。表面に甘い砂糖の層があるので、カラメルが上に乗っかっているプリンみたいですね。夕食後にレストラン前のカジノにやってきました。1人4ドル分無料でスロットマシンを試せるとのことで、ちょっとやってみたんですが、一瞬で溶けてなくなりました。
明日はベトナムに帰港する予定なので、今日は早めに部屋に戻って休みます。とても大変だった4日目の寄港地ベトナム観光の様子や、その後のクルーズの様子については次の動画でご紹介する予定ですので、次の動画も楽しみにしてください。もし今回の動画が良かった、また参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いします。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。